私が育った頃から、まるで時が止まったんじゃないかっていうぐらい変わらない街だったんだけど、でも久しぶりに帰ってみたら、止まった時計にさらに埃がかぶっちゃってて、もう明かりびっくり。でも、きっかけがないだけよね。たくさんのファンに支えられているこの私が、対馬に帰ってきたからにはご安心。まずは、潰れかけのお店を人気店にしちゃおう大作戦なんてどうかしら。閉店を阻止できちゃえば、止まった時間なんてどんどん動かせちゃいますよね。対馬のみんな、私についてきて。米屋が毎日美味しそうにパン食べるの見れて、俺は幸せだよ。モーニング誘うのそっちじゃないですか。そりゃそうだ。お前な、閉店した後何するか決めたのか。より良い品質を求めて選別中。米屋の例えいらんわ。ったく、次決めてから店閉めてもいいんじゃないのか。リセットしてじっくり考えたいんです。今でもぼーっとしてるだけなんだから十分考えられるだろお店の整理に奮闘中。その調子なら客は増えてねえわな。何を急に。どうしてですか。いや、お客さんから聞いたんだけどさ、だいぶ前にここからアイドルデビューした子がいたじゃん。ここまで名前出てるんだけど、ほら。根本。そう、根本あかり。その子が対馬に帰ってきてラジオを始めたらしいんだよ。で、お前の店が潰れそうだからみんなで米買って閉店を阻止しようって呼びかけてるらしいんだよ。あれあれ？潰れかけのお店を人気店にしちゃう大作戦。現在遂行中ですよ。みんなからの反応薄くて、あかり、ちょっと不安。作戦失敗なんかならないよね。引き続き、みんなの応援待ってます。はい、オッケー。何よこれ。よくこんなつまらない台本書けるわね。それに、何なのここ。これがラジオ局？だいたいこんなラジオ、どれだけの人が聞いてるのよ。もっと本気出して PR してくれないと困るんですけど。PR だけの問題かしら。はぁ？この仕事どうやってもらってるか分かってるの？あなたの親がうちの社長に頼んだからじゃない。コネ使いまくって。使えるもの使って何が悪いの？こんな街でくすぶってるディレクターが偉そうなこと言うんじゃないわよ。あかり。おい、あかり。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 
あかり、お前ほんと変わらないな。何よ、急に。健吾も世辞を言える年になりましたか。違うよ、お前のその性格のこと。お客さん増えた？昼間っからで歩いてる俺を見てその質問する？俺みたいな店を人気店にしようなんて。やっぱり芸能界の荒波を乗り越えてるやつは考えることが違うね。何なのそれ。どいつもこいつも私のことをバカにして。いや、俺は島に帰ってきてもポジティブなあかりよ。何言ってんの？よくそんな都合のいい解釈できるわね。一緒に東京に行こうって言った時、親の後を継ぐからって私を振ったくせに、久しぶりに帰ってみたら店を閉めるって。私はそれが許せなかった。それだけよ。あかり、あかり、おいあかり。マスターこだわりのコーヒーが味わえる思い出カフェ。ぜひ皆さんも素敵な思い出を共有してみてくださいね。さあ、それでは、潰れかけのお店を人気店にしちゃおう大作戦ですけども、スタッフさん、反応はどうですか？全然ないですか。もうやめた。こんなつまらない街の人間に呼びかけたって何も変わるわけないって。しかも、落ちぶれた芸能人のラジオなんか誰が聞くっていうのよ。コネで芸能界入ったって思ってるんでしょうけど、コネで芸能界生き残れるほど甘くないの。どんなに頑張っても上に上がれないことだってある。こんな何も変わらない街に住んでいる人にはわからないでしょうね。言いたいことがやっと言えて満足した？でもね、あなたもいい加減、その偏った尺度で対馬を見てるんじゃないわよ。何なのよ。誰も聞いてないと思うなら、聞きたくなるような努力をしなさいよ。うるさいわね。ラジオを放送するということは、聞いてくれる人は多かれ少なかれ必ずいるの。今の時代に、わざわざ手紙で感想を書いてくれる人がいるなんて。あなた、立派に人を動かせてるじゃない。やっぱりいた。なんかあるとここに来るの変わってないな。うるさい。ラジオ聞いた。大丈夫か？からかってるのか、心配してくれてるのか。健吾だって変わらないわね。入院中、ずっと私のラジオを聞いてくれてたんだって。退院したら、あなたのお店のお米、買いに行くって。もしかしてさっき来てくれたお客さんかな？退院したばっかで体偉いだろうに、わざわざ歩いてきてくれてね。たくさんは持ってないけど買って配って、お米を大事そうに抱えて帰られたよ。
きっと俺の店のためじゃなく、あかりを応援するために買ってたんじゃないかな。俺、お前に嫉妬してたんだ。東京へ一緒に行こうって言われた時、すごく焦った。あかりの足を確実に引っ張るって。だから親の後を継ぐっていうもっともらしい理由を見つけて逃げたんだ。そうだったの。で、あかりは瞬く間にアイドルグループのメンバーになってテレビに出まくって、それなのに俺はとりあえず後を継いだだけだから、テレビであかりの姿を見るたびに自分が恥ずかしかったよ。私は親の後を継ぐって別れを切り出した健吾に大きな覚悟を感じたの。だから絶対に負けないぞって。必死に言い訳したのが良かったのかな。ごひいきのお客さんはいなくなるし、大手スーパーに押されるし、どうしようもなくなってもうやめようと思ってたんだ。こっちもグループが解散した途端、ファンも仕事も減ってね。自分の限界感じた時に見かねた親が津島で仕事をくれて。それで俺の店が紹介されたってことか。お互い勘違いしてたのね。お互いがお互いのこと羨ましく思ってたなんてな。閉店するのやめた。さっきのお客さんに相談されたんだよ。重いもの配達してくれないかって。だからもうしばらく続けてみてもいいんじゃないか。がむしゃらに考えればまだまだやれることはあるはずじゃないかって。なんだ。私も捨てたもんじゃないわね。何乗ってたの？もっといろんな人がラジオを聞いてくれますようにって。今できることをがむしゃらにできますようにって。変わったね。先行ってる。仕事？そう。津島神社に取材のお願いしてて。そっちは？宅配のついでに神社にお参り。商売繁盛、交通安全、健康増進。はいはい。あと良縁ね。あかりの分もお願いしといてあげようか。間に合ってます。やっぱり芸能人は違うね。それじゃあ。